GDM チャンネル、始まるよでもうちバイトしょるときになんかもう5人ぐらい名物を一人で来て、真冬でも真夏でも半袖短パンサンダルの50歳くらいのおばさんがおって、ああ。コンビニですか？いや、私ガストで働いとったんですよ、ずっと。おー。ガストでもそういう人来るんだ。めっちゃおりますよ。同じ時間帯に絶対来るし、あ同じものしか頼まんしとかいう人はもう覚えますね。あ。でそのおばちゃん2つずつなんか商品を絶対頼むんですよ。ビールも1人できとんのに2つとかドリンクバーも1人やのに2つとか。ビールとドリンクバー頼むんですか？まあどっちかが多いんですけど、あー最初はなんかドリンクバーを2つ頼んどって、スパゲッティドリンクバーなら1個でいいんじゃないの？そうですよ。何回言っても聞かないんですよ。2つ、いや2つって誰かと来とるつもりになっちゃったのかな。そうで最初はずっとドリンクバーで、ほんでちゃんとドリンクバーを自分の分と誰かわからんけどもう一人の分もちゃんとジュースついで前に取り皿とジュースとお箸とかフォークを置いてあげるんよね。2人分？自分と目の前の誰かに薬やってね。オムライスとスパゲティとハンバーグとか頼んで半分に分けてあげるんよ、目の前の誰かに。それは残して帰るんですか？その半分のあれは。残して帰りますね。残して帰ります迷惑や。でも意外と暗い過去があったりするんじゃないですか？かもしれななんいですね。息子をなんか事故かなんかで亡くしたとか。そう、それである日突然いつもドリンクバーとご飯やったのに、ある日を境にビールになったんですよ。で他の店員と成人したんやねっていう話をしてそっからもうね、ドリンクバーじゃなくってビールしか頼まんかった、そのおばちゃん。ビールとご飯とみたいな。夜ですか？時間帯は。夜中です。夜中。絶対夏も冬も夜中に来て同じ格好して。それ本当にそういう過去があったのかもしれないですね。そうなんですよ。なんもなんか何も言えないね、それやと。そう増えんようにだけどガストだとあれが好きですね。ビーフシチューオムライス。美味しいですね。あれ大好きですね。美味しい。あれ美味しい。あれいつもなんかご飯大盛りにできんのとか言われるんよね。あれね、袋できとるけんね、冷凍の。そうなんですか？そうなんですよ。一人分ずつもう分けられてるんですか？そうですそうです。そうなんだ。袋に一人分のチキンライス、ケチャップライスが入っとって、それをチンしよる間に卵を焼いてみたいな。あれチンなんすか？あれチンです。なんか炒めてんのかと思った。俺も普通に手作りだと思っとった。でもチンでクオリティがすごいな。確かに。美味しいよね。ビーフシチューのソースもあれチンなんすか？チンです。あれもチンで小分けできて、売ってほしいな、普通に市販で。確かに。作るのめんどい時とかあれで十分や。そうですよね。美味しいよね、あれね。じゃあトロトロの卵もなんかチンしてんすか？あれ卵一個一個割って作っとると思うじゃないですか。いちいち。あれ実は卵液っていうなんかもう入れ物にその卵のもともと溶かした
うん。やつが入ってるんですよね。それをなんかお玉1杯分って決められとって、うん。それをフライパンに入れて焼くみたいな。え、それ誰がやってもああいう半熟な感じになるんですか？トロトロな。なります。あ、そうなんだ。もうフライパンが結構いいんですよ。オムライス作る時のフライパンが。おー。全然焦げつかんし、でも持って帰りたいなと思ったことあるくらいめっちゃいいフライパン。それいつもちょうどいいぐらいの半熟具合だから、すげえなと思って。お芝居とか作ってんだな。なんかもう本当に決められとるし、その通りにやらない。あめっちゃ簡単。まあ、そりゃそうだよな。裏を知るとね、あ、なんだこんなもんかみたいな感じやけど。まあ、美味しいけんね、ガスト。あソースがね、すごい多いんよ、ハンバーグって。ああ。で、ソースを、なんかお客さんにデミグラスソースを頼まれとったのに、キッチンの人が違うソースをかけた時に、キッチンの人がハンバーグを水で洗って、もう一回オーブンで焼き直してソースかけたことを見たことある。やば。それは、それはまあまあアウトやな。それいいんですかって言ったら、ちょっともう忙しいけん無理って。マジか。あとうち薬中のお客さんを捕まえたことあって、ガスで。おう。っていうかね、なんかね、もう焦点合ってないし、のどちも回ってないおばちゃんのお客さんやって、夜中におばちゃん多いな。もう見た感じ、あ、ちょっと違うなと思って。あで、なんか文句も多いし、すっごい絡まれるし、言ったる口調とかはめっちゃ怒っとんのに顔笑っとったり、あ。いきなりなんかご飯も食べてドリンクバーも飲んで、いきなりレジの前をバッグ持ってダッシュで出てったんよ。で、なんかポカーンってなって、うち深夜営業の時ってキッチン一人とフロア一人で回すんですけど、なんかすごい勢いでおばさん逃げてったなと思って、あ、食い逃げやと思って、車乗ってエンジンかけてシートベルトしたところを捕まえて引きずり下ろして払ってないですよねって。で、何されるか分からんかったけど、なんか店長に怒られるよりかはいいかなと思って食い逃がすよりで、店の中引っこずってって警察呼んで、なら警察の人、刑事さんとか10人ぐらい来て夜中に、ああもうまた何々さん何しよんって常習犯か。そう常習犯やって、でなんか薬も使っとって、しかも無免許運転でお父さんの車勝手に乗ってきてとってめちゃくちゃ怖かった。あれはそれ食い逃げ見逃したら店長にバレるんですか？バレます。それは未収のお金があるんであ絶対にバレます。でその時の店長がめちゃくちゃ怖かったんで、あ。怒られたくないなと思ってでお金のことめっちゃ怒ってくるんよね。まあそれ当たり前だけどああ。超ウケるし。ガストやばいな。ガス、うちの店はほんまにやばい人多かった。あれ、この前ウーバーイーツでスシロー頼んだんですよ。おお。そしたら、一緒に茶碗蒸しも頼んでて、普通ウーバーイーツ用の茶碗蒸しってなんかプラスチックのケースなんですよね。ああ、そうなあんや。だけどなんか、店員が間違えたかなんかわかんないですけど、店で出されるようななんか、
陶器の器の茶碗蒸しが届いて、どうすんだこれみたいな、ありましたね。そのまま今家にあるんですか？家にありますね、洗って。おレアや、非売品や。そうですね。インサイドフーだ。俺らインサイドフーガっていうもんです。次から次へと送られてくるファンメ。アパートの前に大体いつも仕掛けられている接近機材。無敵中に無限サテライト。オンラインゲーム界のスラム街と呼ばれている GTA オンラインで DBM はファンメ中たちとどう対処していくのか。次回、やまないファンメ。この次もサービス